日本語のうの発音記号はこれではなくこれに変えなければいけません。 Hello everyone, welcome to the Lemon School channel. こんにちは、レモンスクールです。今日も日本語音声学に関して中堅どころの研究者としてちょっと攻めた内容でいきたいと思います。でもあくまで皆さんがハッピーになることを目標にしてます。日本語のうの発音記号は音声学だとこの M を逆にした記号が一番よく使われます。日本国内の音声学だけじゃなくて海外の音声学の論文でも基本この記号が慣例的に至るところで使われてます。それでこの記号の意味は非遠心後ろ舌母音っていうことなんですよね。唇を丸めないでベロの位置が後ろっていう意味です。この発音記号表の見方に関しては、発音記号ってそもそも何っていう動画を作ったので、そちらをご覧ください。それでもう一つ、NHK のアナウンサーのうはなぜ唇を丸めないのかっていう動画も作ったので、そちらもぜひ見ていただきたいんですけど、もしかしたら NHK のアナウンサーの発音だったら、この逆さ M の記号でもいいかもしれません。いや、僕はちゃんと調べてないのでわかりませんけど、当たらずとも遠からずな気がします。もしプロのアナウンサーの発音を調べることができる方はぜひ調べていただけると嬉しいです。一方で発音の訓練を受けてない東京の一般の人、普通の東京の日本語のネイティブスピーカーの発音は、この M を逆にした記号だと決定的にまずい点があるんですよ。それは日本語のうは後ろ舌じゃないんですよ。日本語のうは真ん中から人によってはやや前寄りなんです。だから後ろ舌母音と扱うのはまずいんですよ。お腹の中にいる赤ちゃんを見る超音波の機械がありますよね。音声学ではあれと同じ機械で口の中を見るんですよ。そうするとリアルタイムで自分があいうえおとかっていろいろ言ってる時にベロがどう動いてるかっていうのがリアルタイムで見れるんですよね。英語の L と R のベロの動きとかそういうのも見えるんですよ。だから発音指導にも使える機械です。それで前回の動画で7人の標準語話者の唇の動きをお見せしましたけど、同じ7人のベロの動きも超音波の機械でチェックしたんですよね。それを2013年の超音波の学会で広島大学の山根先生っていう方と一緒に発表したんですよ。もう12年以上前ですね。まずベロの形を取ったところこんな感じです。これどうやって見るかっていうと、画面の右側が口の前です。で、左が後ろです。で、これがベロの形です。この辺がベロの前の方、つまり下先で、こっちの方がベロの奥の方です。赤い方がうで、灰色があです。こういう風にあの方が口を大きく開けてるので、ベロが下の方にありますよね。それで大事なことは、うの方が右側にありますよね。ということは、うの方がベロの位置が前なんですよ。この被験者もそうですよね。赤い方が右、つまりうの方が前です。この被験者もそうですよね。赤い方が右、つまりうの方が前です。7人すべての被験者のうがあより前なんですよ。あは一般的に前舌でも後ろ舌でもなく中舌だって言われてるんですよね。あはよくこの記号を使ってて、これは中舌の記号なんですよ。真ん中。だから中舌のあよりもうの方が実際には前なのにうを後ろ舌って扱う記号を使うのは矛盾してますよね。と言っても、あが本当にそもそも中舌なのか、あが後ろ舌なんじゃないのかっていう疑問もありますよね。まあでも今はこれを考えちゃうとややこしくなっちゃうので、これは超音波のスペシャリストの方たちにお任せしましょう。でも、およりは明らかにあの方が前なので、これはもう確実なので、中舌っていうことで大きな問題はない気がします。で、あと面白いのが、うが他のどの母音と一番近いか、あとレストポジションっていう何も発音してない時の休んでる時のベロの位置と比べると、うとベロの位置が一番近いのがレストポジションっていう人が4人、えに一番近いっていう人が2人、いに一番近いっていう人が1人なんですよ。まあこのレストポジションっていうのがどれだけ安定してるのかっていうのは僕はちょっとわからないので、あくまで目安ですけど、うの下の位置が前舌のえとかいに近いのは面白いですよね。これがえとうのベロの位置が近い被験者の1人ですけど、赤い方がうです。ほとんど位置が変わらないですよね。それでこれがいとうのベロの位置が近い被験者ですけど、赤い方がうです。あんまり変わらないですよね。ただ唇の形が違うから違う音を出せるっていうのもありますけど、ベロの位置があんまり変わらないんですよね。あとは、もしもレストポジション、つまり何も発音してない時を基準にするなら、まあこれがどこまで安定してるのかっていう問題はありますけど、もしこれを基準にするとしたら、これちょっとごちゃごちゃしてて見にくいんですけど、このオレンジの丸がレストポジションです。それで、黄緑の三角がうです。この人はレストポジションよりもむしろうの方が前ですよね。右側が口の前、左側が口の後ろですからね。レストポジションからちょっと積極的に前に舌を動かしてるんですよ。うを発音するために。それでこうやって全員見ていくと、まあ見るのちょっと大変なので、まとめると、レストポジションよりもいは全員前。えは6人前で1人はレストポジションと前後は変わらない。
うは1人は前で、2人はレストポジションと前後は変わらなくて、4人はやや後ろです。で、あとおは全員後ろ。つまり、レストポジションを基準にして、そこから前か後ろかの2択にすると、あとおは文句なしに後ろ。いとえはほぼ文句なしに前でしょう。で、うは、後ろが一応多数派なので、かろうじて後ろ下に入ると思います。それで音韻的な振る舞いも、い、え、vs、う、あ、おで分けられることもあるので、まあこれももっとよく考えないといけないんですけど、2択だったら、うは後ろでも問題ないと思います。前か後ろの2択だったら、うは後ろでも問題ないでしょう。ただ、音声的に、この発音記号表に合わせて、前、真ん中、後ろの3択にすると、全員、あよりも前ですよね。あは中舌っていう扱いになってるのに、あよりも前なんですよ、うの方が。それから人によっては、えとかいに下の位置が一番近いわけですよね。うの下の位置が一番近いわけです。それと、レストポジションと同じか、レストポジションより前の人もいる。レストポジションと同じ前後か、むしろ前の人もいる。となると、やっぱり真ん中が無難ですよね。うを後ろ舌にするんだったら、あも後ろ舌にしないと、だからあの記号はこれじゃなくて、このあたりの記号を使わないと明らかに矛盾しちゃうんですよ。もちろん、じゃあ辻褄を合わせるために、あは後ろ舌にしちゃおうって安易に考えちゃうのはダメですよ。これはもちろん慎重に考えないといけません。僕も大学院生の頃は自分が考えたセオリーに合わせるために、他は無理やり辻褄を合わせようとしてましたけど、そういう考え方はやめないといけないですよね。だったら、あとうは両方中舌っていうのが一番無難じゃないかと思います。まあこのうフロンティンっていうう系の音がベロの位置が前の方になるっていうのはアメリカ英語、イギリス英語を含めて珍しいことじゃないですからね。だからうが中舌っていうことは人間の言語としては何も特別なことではないと思います。あと、あが後ろ舌かどうか検討するんだったら、英語とかヌンタン語みたいに広母音に前後の対立がある言語を参考にすると面白いかもしれませんね。後ろ舌のあーみたいな音ですよね。北米英語のフォニックスでいうショート A に対するショート O とか、ヌンタン語のこういう音素の弁別とか。まあそれは今置いといて、うもあも中舌とすると、うの発音記号の選択肢は、この2つ、このどちらかっていうことになります。この2つの違いは唇を丸めるか丸めないかです。前回の動画で説明したように、東京の人たちのうは唇を丸めます。この画像の通りです。それで、これはちょっと変な話だと思うんですけど、音声学の先入観がない人は、この画像を見ると素直にうは唇を丸めてるって思いますよね。ところが音声学をやってる人の多くは、この画像を見てもうは唇を丸めてないって言うんですよ。その理由はいろいろあるので、前回の動画で説明しているので、ぜひそちらをご覧ください。誤解しないでいただきたいのは、僕は論破しようとしてるわけではなくて、みんながハッピーになる、みんなが納得する結論を用意しているつもりなので安心してください。戦いじゃなくて和解を目標にしてます。そうすると、日本語のうに一番適している記号はこの記号です。この U に横棒をつけた記号。だから真ん中、下の位置が真ん中で唇を丸める記号です。この逆さの M の記号だと下の位置も唇の形も違ってるので良くないんですよ。それだったらまだもっとシンプルな普通の U を使った方が唇の形は合ってるので、この U の記号だと唇を丸めるけど下の位置は後ろっていうことで唇の形は合ってるので、わざわざこの複雑な発音記号を使って結局間違ってるよりは普通のシンプルな U を使った方がよっぽどいいんですよ。昔は超音波とかで口の中を見れなかったから、ベロが実際どう動いてるかっていうのが分からなかったから、感覚でおそらくこれだろうみたいな感じで発音記号を選んでたので、まあしょうがないんですけど、今っていうか、もう結構前から超音波とかでベロの動きを実際に見れるので、それだったらちゃんと記号を直した方がいいですよね。いや、たかが発音記号の一つや二つ、どうってことないじゃないか。人生そんなことよりもっと大事なことが山ほどあるじゃないかって思うかもしれませんけど、やっぱりこういう細かいことだけど根本的なことを、まあこのうの発音記号以外のことも含めて根本的なことをしっかりやっていかないと、これ以降のことが全部狂ってきちゃうんですよね。だからこの記号を前提にしちゃうと、これ以降の話が全部狂っちゃうわけですよ。だから、ぜひ皆さん、この逆さ M の記号をやめて、今度からこっちの U に横棒の記号を使うようにしていきましょう。ぜひ皆さんご協力をお願いします。この動画が少しでも面白いと思っていただいた方は、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。